ポガード、エスプレッソのアイス。映画を見るときはポップコーンとポテトです。待ってる間にポテトがなくなりそうですもうちょっとで入れる中に。でもここでポップコーン開けたら危険だよね。絶対こぼれる。だからポップコーンは席に着いてから開けようと思います。でもポテトはなくなりそうですおはようございます。今日はちょっとね伸びすぎてちょっと毛先がボサボサなんで少し髪の毛を整えようと思います。なんかハサミは一応こんなプロ仕様みたいのはね買って使ってます。自分で髪切っちゃうんですけど、いつもそんなになんつうのこうかっちりきっちりやんなくても巻いたり髪結んだりしてるうちにそこまで気にならなくなる。まあ自分なんでね、自分の感覚ってあるじゃないですか。だから次の日になんかもうちょっとって思ったらもうちょっとなんか左右がなんか違かったりしたら気になったら次の日にもう一回この辺みたいな感じで整えたりもします。なんかこういう髪を切るのも美容師さんのとこに本当は行ったらいいんだろうけどね、結局自分でやっちゃうね。いつもそんな小難しい技術は使わないです。ちょっと毛先を整えて、こうやってね左右の長さが同じか、こっちがもうちょっと長い。やっぱり湿気で膨らむじゃないですか、毛が。だから夏はもう結んじゃうことが多いから、それにしても伸びすぎて洗うのが大変になってきたんで、少し毛先を整えつつ切っていきます。だからさ、美容師さんってさ、こう親指だけ動かすとかそれはできないから普通に切ってます。だから練習して空中でやろうとするんだけど、実際こう切る時になるともうできないです。だそういうことはもうこだわらずにやっちゃう。ここがね、ほらこの間も話したけど、ブラシでツヤを出すって言って引っ張っちゃってね、切れちゃってるとこ結構あるんですよ。あと前髪も切りたいね。ここなんかここにちょっと何本か長いのあるね。もう手の感覚ですね、全部。もうちょっと。でもこうやって早朝とか夜とかにまあネイルもそうですけど、気になった時にやっちゃうみたいな感じです、私の性格は。でここをちょっと毛先を少しね整えてあればいいんです。でこう結んでちょっと前髪も伸びてきたんで切ります。今日ここをちょっとこう結んでもこう少し伸ばしてると生え際のちょっと白髪を隠したりみたいな感じですね。はい、で少し分けて真ん中あたりを一回切ります。前髪短くしすぎちゃったりとかたまにありますけど、それも結局すぐ伸びちゃうからね。ここで取って、そしたらここから今度こっち側ですね。こっち側を斜めになじましていきます。こういう感じ、こういう感じで。結構だから髪の毛は前髪もそう、顔周りはそうなんですけど、こまめに結構切ってます。でここはこういう感じで斜めにいきます。さっき切っ
った前髪の真ん中の部分と斜めになじましていきます。これ目こうやってやって開けてんと目に髪入るんで、決めたらちょっと下向いて切ります。目線下に向くと目に入らない。ここもちょっとここもお顔周りに沿うように切ってきます。ちょうど目には入らない長さになりました。であとはコテで丸めれば大丈夫。はい。これは冬になってまたねコテで巻くようになったらこの辺少しレイヤー入れようかなと思いますけど、今はちょっとまっすぐパッツンでいきます。で50代になるとそんなに変にすいちゃうと逆にスカスカ感出ちゃうので、ちょっと重たい感じの方がいいと思います。なのですかずにいきますね。今日は長さ大丈夫だと思います。後ろも多分大丈夫。はい、これでちょっとすっきりした。今3センチぐらい切りましたね。あと前髪もちょっとだけ切った。いつものようにアップにしていきます。ほんとちょっと整えたい時に、美容院とかがちょっともう私めんどくさくてなんかね、娘が結構ちゃんと YouTube 見ててくれて、私のママめんどくさいって言い過ぎみたいな。でもこう人生経験が多くなってくるといかに効率よくとかありますよね。あと自分に何が合ってるかとかすごい明確になってくるじゃないですか。必要なものとそうでないものが明確になるっていうんですかね。だから面倒くさいっていうわけじゃないんだけど、それが自分に必要かどうかっていうのが明確っていうのかな、そんな感じですね。ちょっと毛束を引っ張ってきます。でここちょっと下ろして、でここは今固定で巻きます。でここ髪の毛を丸めて捨てちゃえば簡単。これ前髪にちょっと巻いて、なんかこの最後の一手間だけで全然違うんだよね。ただひっつけて結ぶのと、ちょっとこうやってねニュアンスつけるので違いますよね。何でも慣れだと思います。私も最初はね下手くそでした。でもね、やっていくうちに上手になるの。何でも扱い方、道具の扱い方ですよね。これも最初さ、おでこ何回かやけどしてますからね、これで。それで手の感覚ついてくるっていうかね。でハサミもね、最初はこの鏡を見て使うのがあれみたいになったんだけど、慣れてきました。はい、私自分髪ね、セルフカット歴長くて、最初に始まったのは2人目の息子が生まれてすぐなんですよね。それまで結構髪長かったんですけど、やっぱ髪を溶かす暇もなくなって、もちろん美容院に行く暇もなくなって、子供が寝てから夜しかも自分の時間がないわけですよね。だから子供寝てからね自分で切るようになって、そっからなんでね、もうかれこれ30年近くセルフカット。たまに美容院に行くんですけど、もう行ったらこうやって切るのかとか、この辺はこうやって切るのかって、こう美容師さんの技術をつい見ちゃうっていうかね。はい、でまた自分でやってみるみたいな感じです。気分転換にたまに行きますけど、最近はもう本当に自分でやっちゃいますね。夜か朝。はい。でも今やったけどそんな時間かかんないじゃないですか。
なんか大々的に全然やってなくて、ちゃちゃっとやるぐらいなんで、それでね、普段常に自分が整っている状態っていうのを心がけています。おやつに蒸しプリンを作ろうと思います。なんかちっちゃい容器がないので、なんか大きいものですくって取れればいいなと思って、このケーキ型でやりたいんですけど、これ抜けるやつだから液漏れしちゃうじゃない、プリンだと。だからちょっとこれキッチンペーパーでできるかをやってみたいと思います。なんかよくバスクチーズケーキとかね、こういうので見てるよね。で蒸し器があるからオーブンでやるやり方とかいろいろあるんですけど、蒸し器が簡単かなと思ってます。私セブンイレブンのプリンが一番好きなんですけど、なんか YouTube で見てたらプリンも簡単そうにできそうなんで、やっぱりキャラメル欲しいんだよね。天才糖でキャラメルってできるのかな。まあ焦げるよね、多分ね。やってみます。まずは何事もやってみる感じでね。まあ煮詰まったらできるよね、原理的に。だいぶいい匂いがしてきました。でちょっと色止めで少し水を入れます。いい色になりました。じゃあこれを流し入れていきます。美味しそう。アメちゃんで固まる前にアメちゃんになりました。ちょっと今舐めようと思ったけど、めっちゃ熱そうだよね。危ない危ない。卵3個。天才が今 60g と豆乳が 300ml。こんな感じ。卵を潰して泡立たないように混ぜていきます。天才糖はちょっとね溶けにくいんですよね、冷たいし。でもジャリジャリしなくなるまでちょっと混ぜます。今ふかし器にお水を張って火をかけました。はい、よく混ざったのでざるでねこしながらここに入れていきたいと思います。飴になってる。はい、じゃあこれを蒸し器に入れていきます。蓋をするときにこれが邪魔だね。最初強火で 2,3 分やってから最後弱火で20分ぐらいやってみます。完成を待ちたいと思います。ちょっと出してみたいと思います。ちょっと弱火で25分ぐらい今やりました。プルプルして多分火は通ってんと思うんだけど、粗熱が取れたら冷蔵庫に入れます。今日はスーパーで買ってきたコロッケ丼にします。カツ丼とかね、天丼とかあるじゃない。あれをコロッケでやるのが好きなんですよ。普段は揚げ物食べないんだけど、どうしてもなおさが食べたいというふうに作りますで味噌汁は大根と豆腐とわかめ入れます。なぎとのわかめを少し入れます。このわかめもだいぶなくなってきました。私お肉食べられないんですけど、コロッケ丼だったらね食べられます。丼物は美味しいですよ。普段食べません。今日はちょっと特別に作ります。お砂糖とだしの素、そしてお醤油です。お醤油入れます。これで一回まず今玉ねぎだけで煮立たせます。最後に卵でとじるので卵溶いときます。いつもは味噌汁にね入れるけど、
今日はこっちに卵を使うから味噌汁は卵なしでいきます。買ってきたコロッケの油抜きを一応します。熱湯に一回くぐらせる感じで出来上がり始めたら早いんだよね。すごい油置いてくるんでね。コロッケは普通ね、普段食べるときはこれやんないけど、まあどうせほら汁につけるから味噌を入れて、味噌汁ににがりとだしの素入れて、豆腐、わかめ、今こんな感じです。玉ねぎをまず煮ます。そして味噌汁、うちはご飯を溶かしてます。で最後こっからが勝負というか、でここに5個並べていきます。これで味を吸うからすぐに1回ひっくり返します。これ時間経つとね、コロッケなんで柔らかくなってね、ひっくり返せなくなるんですよ。割とすぐ1回ひっくり返して、これで OK。 あとこれで卵とじして終わりです。できた。真ん中辺にちょっと平らな感じの方がコロッケのせる。美味しそうです。いただきます。食べる。どうぞ。ちょっとコップちょうだい。今日は食後にプリンがあります。プリン意外に簡単にできたから、ちょっと定番になりそうです。私セブンイレブンでスイーツ買うとき大概プリンだもんね。めっちゃ美味しい。美味しい。念願のコロッケ丼。豆腐が美味しい。コロッケ丼よく作ったよね、前ね。これ私が高校生の時に友達がね、お弁当でコロッケ丼を持ってきたの。ちょっといただいたんですよね。一口もらったらめちゃくちゃ美味しくて、そっからハマってます。作り方をね、その場で聞いたぐらい。美味しい。美味しいね。最後の晩餐。最後の晩餐。蕎麦屋のカツ丼風で。ああ、お出汁が効いてるね。効いてる。私なんだろう。最後の晩餐。それがさ、食べれる状態でいたいね。最後の晩餐の時ね。最後の晩餐の時に。そうね。でも美味しいものを食べるって本当にこの地球で生きている時にしか味わえない楽しみだろうね。私の父は最後がんだったんですけど、やっぱ最後食べられなくなっちゃうね。すっごい大食家だったよね。丼飯食べる人だったから、その父がね、最後はもう全然食欲なくなっちゃったから。結婚する前にさ、成功するかどうかをさ、そいつの食欲で決まる。こんな体大きくなっちゃう。意地になって食べた。そう、出会った頃なおさんすごい細かったよね。なんかその人の生き読みみたいのもあるけどね、食欲とかね。美味しい。でも食が細いとさ、やっぱり勢いってないと思うね。パワフルな人はやっぱ食べてるよね。食べるよな、食が太いよな。食べ物でね、できてんからね、体やっぱり。今もっぱんみたいに
なんかこうやって食べるシーン、YouTube とかでも食べるシーンっていうのが多いんだけど、昔、ニューヨーク恋物語って見てないかな、おさんは。ちょっと世代違うかもね。田村正和さんが主役だったんだけど、ニューヨークでバリバリ働くキャリアウーマンとか、男性とかが、日本人のね、コミュニティがそこで集まって晩ご飯をみんなで持ち寄ってわーって食べるシーンがあるの。私それが好きだったの。すごいやっぱエネルギッシュ、ニューヨークで働く人たちのこうエネルギッシュな感じがすごい表現されてて、なんか同世代の人見てたかな。私あのドラマ大好きだった。マイケルの映画はさ、ああいうの見るとちょっとダンスやってみたいなとか思っちゃうね。思わなかったなんかあんだけかっこよく踊れたらさ、いいよねって思う。やんないけどね、結局やんないんだけど。でも甥っ子さんはダンスもね、歌も演技もやったことない人でも話もらって2年間特訓したって言って、それであのダンスすごいよね。めっちゃ美味しかった。満足ですかいや、美味しいご飯食べた時が一番幸せだよね。美味しかった。ごちそうさまでした。ねえ、いや美味しいと思う。これ絶対。あ、ルルちゃんも食べるかな。食べる、ルル子様。どれぐらいいく？多い？ちょっと。こっちは？そのぐらい。なおさん、それでもうちょっといく？いい？もうちょっと。甘すぎたかな。めっちゃ美味しい。固めのね、プリンでね。ちょっと塩入れたら美味しいかもね、今度。塩気があった方がちょっと美味しいかもしでもめっちゃ美味しいよこれ。簡単にできるね。ふかし器でできたから。材料混ぜてふかし器に入れるだけ。ちょっとキャラメルがね、ひと手間別ですけど、でもキャラメルがあるから美味しいもんね。めっちゃ美味しいね。あっという間にごちそうさまでした。美味しかった。美味しかった。おはようございます。今日は私の朝の習慣をお伝えしたいと思います。朝はですね、今日ここに今並んでますけども、手帳タイムから入ります。手帳タイムというかジャーナリングタイムですね。毎日やるために、習慣化するためにテンションの上がるノートを用意しました。私はこれポール&ジョーの可愛いノートなんですけど、ここにまずおはようから入ります。自分に対してで、もうとにかく出てくるもの全部殴り書きで書いていきます。感情だったり、なんか嫌なことがあったらこれが嫌だったって書いて、でそれがなんで嫌だったのかっていうところまで深掘りしていきます。で例えば相手がいた時は相手とか出来事とか関係なくて、何に私が嫌だと思ったのかとか、そういうところまで深掘りしていくと、次に同じことが起こった時に対処ができるんですよね。もしくは同じことを繰り返さなくなります。原因が自分にあったっていうね、気づいたりもするんですよ。であとは自分の中の言いたいこととか抑え込んでる感情とかが全部出た後に、今度はアイデアが出てきます。普段普通の瞑想もするんですけども、書くことでアイデアが具体化してきます。なんかすごい直感を受け取ったりアイデアが来たり、でもそれがとてつもなく大きなねアイデアだったりするじゃないですか。で、そんなの無理無理って諦めるんじゃなくて、じゃあそれをどうやったらこの現実化できるのか、どうやったらそれが成し遂げられるのか、このジャーナリングでね書いていくと、アイデアだけじゃなくてその道筋が見えてきたりとか、もっともっと深掘りすることで、
1年とか2年ぐらいかかるようなことが、じゃあ今日そのために何をするっていうところまで落とし込めるようになったんですよ、これジャーナリングで。で、こうすればいいのか、ああすればいいのかって、じゃあこうしよう、ああしようっていうのが書いていくうちにどんどん細かいアイデアが出てくるようになって、それで出てきたアイデアを今度はこちらがね、トゥードゥーリストなんです、私のね。で、もうほんと殴り書きなんですよ。もうほんとこういう真っ白の。で、ここで出てきたもので、今日じゃあ何をするっていうトゥードゥーリストをわーって書いてきます。で、これはね、今日一日でできることっていうのをこのノート1枚に書いていくんですね。なので、今日一日では到底無理というような大きなプロジェクトになりそうな時は、さらにそれを細かく割っていきます。だから階段10段登りたい時は、もう1段目ぐらいまで分割して落として、ここにじゃあ今日何をするっていうことを書いていきます。あんまり簡単すぎてもね、ダメだし、1日で終わるか終わらないかぐらいの量でここに書いていきます。で、どうしても終わんなかった時は次に持ち越すんですけれども、これをやることで頭の中がすごく整理されたんです。なんかあれをやんなきゃとかこれをやんなきゃって常にループしてる思考もなくなったし、何をするかがまず明確になったのと、それからぼーっとする時間もなくなりました。これとこれのセットで自分が自分に対する指令書なんですよね。なので1個目の項目をやるって決めたらですね、他のことはもう何もしないって決めたんです。いろいろ気になるじゃないですか。例えば洗濯しなきゃとか、ご飯の支度しなきゃとか普通にあるんですよね。でもそういうことを一切置いといて、何かが片付いてなくても置いといて、今はこれに集中する、そしてこれを1時間以内で終わらせるみたいな感じの思考に変わったんですよ。これで集中してこうやりますよね。こうやっていくじゃないですか。パソコン作業だったりもしますけども。で、終わったらここに線引いて、で次にやることがもうここに書いてあるわけです、明確に。そうすると、何するんだっけ、あれやんなきゃこれやんなきゃとか、そういう思考がもうないので、次に書いてあることにもうすぐ取り組めるんですね。で、もうまた同じように、もうこれにとにかく集中する。で、これを終わらせるというね、マインドに変わったんですよ。それで1日終わる頃には、だいぶいろんなことが前に進んでるっていう状態が作れるようになったんです。もうジャーナリングタイムっていうか手帳タイムはこれに集中をするために何もしない、他のことはなんか気になっても何もしないっていうことを決めて、音楽もゾーンに入る音楽っていうのがあるんですよ、 YouTube とかで見ると。で、そのゾーンに入る音楽でもう広告が入らないような感じでね。で、いくつか私試した中でやっぱりすごい集中できる音楽ってあって、勉強用とかねあるので、ちょっと探してみてください。で、そのゾーンに入る音楽っていうのをかけながらやります。そしてもう立ったり座ったりしなくてもいいようにお茶もね用意してやります。コーヒーだったり、今日はこの間なおさんがお土産で持ってきてくれた鹿児島の紅茶を入れました。で、スパイスミルクティーが大好きなので、ここに高知産の生姜パウダーとシナモンパウダーも入れました。そして豆乳ですね。ミルクティーの時は少し甘くします。自分が落ち着いてできる環境っていうのを作ってから始めます。それでは今日の動画はここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。ぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。次回の動画でまたお会いしましょう。さようなら。